私は京都の祇園に来ています。今回は特に26世人の殉教のスタート地点であった一条戻橋を中心に、京の都にあったキリシタンの歴史をたどりたいと思います。京の都とキリシタンの歴史は、1549年天文18年に薩摩に上陸し、翌19年12月に堺を経て京の都に入ったフランシスコ・ザビエルに始まります。ザビエル以降も多くの宣教師が入洛、つまり京都に入り、京を中心として布教活動が行われ、織田信長の保護によって浸透を深めていきました。この時期に作られたキリシタンの遺跡として、京には墓碑や欧風の鐘などが現存しています。1593年、文禄2年、豊臣秀吉の招きで来日したフランシスコ会ペテロ・バブチスタ宣教師たちは、秀吉から四条の堀川近くにあった旧妙満寺跡の広大な土地を与えられ、この地に聖堂が建てられました。当時は応仁の乱の後で、都には貧困者や生き倒れる人たちが多く、この人たちのために宣教師やキリシタンたちは献身的な働きをすることになります。ここは26人の殉教者の一人である宣教師のペテロ・バブチスタが仲間たちと住んでいたフランシスコの家です。それではお話を聞いてみたいと思います。河原町カトリック教会で京都キリシタン研究会山野会長から詳しく当時の様子を聞くことになりました。でフランシスコ会が秀吉からあそこを使ってもいいですよ、なんでそういうふうに言ったか言ったら、妙満寺というお寺があったんですわ、ところが秀吉がね、全部その寺町通りにお寺さんを集めたわけね、これで移った後でそこが土地だけ残ってて、お寺さんはもうなかったんですね。で荒れ地みたいになってたところを秀吉がフランシスコ会にここ使ってもいいよという許可をもらって、ほんでフランシスコ会は、最初に教会を建てる、だけどフランシスコ会は病院、貧しい人とか病気の人とかね、あるいは特に日本では見捨てられてた、ハンセン病、の人とかを手厚く介護したりする会なんですね。だから教会の横っちょに病院とそれから修道院を建てた。でそこで、いろんなお手伝いをする人たちがまたこう周りに教会の近くに集まってきたね。それでそういう人たちが洗礼を受けて信者になったりして一つのダイウス教ね、ダイウス教っていうのはデウスはラテン語で神様のことなんで、それが日本語にこうなまってダイウスになってでダイウス教というちょっとした集落が形成されている。それでは塩子ちゃんが26世人の名盤のある四条病院に向かっています。塩子ちゃん、よろしくお願いします。ここは京都四条病院前です。こちらには26世紀発祥の地の名板がかかっています。病院の西には万明寺跡26世紀発祥の地の碑があります。付近にはかつてキリシタンが住む町があったそうです。ペトロ・バプティスタ宣教師により聖マリア教会、病院、学校、輸送施設館などの施設が建てられ、病院では貧民・ハンセン病患者たちが収容されていました。ここでフランシスコ会の宣教師たちやキリシタンたちが日々働いていました。このように戦国時代末から宣教師や信者の努力により繁栄に向かった京都のキリシタンでしたが、1587年、天正15年に発せられた豊臣秀吉のバテレン追放令により、追放と迫害の時代を迎えることになります。キリシタンの人口が増え続け、それを脅威と感じた秀吉は、京の町にいた宣教師たちを追放し、
南蛮寺を破壊したのです。そして宣教師やキリシタンに対する大規模な迫害は1596年慶長元年に始まります。この年の10月に土佐に漂着したスペインの船サンフェリペ号がスペインからの侵略の手先だとみなされたのです。その影響で京都、大阪のフランシスコ会の宣教師たちや子供たち、それに大阪にいたイエズス会の日本人修道士たちを含む24名が捕らえられ、長崎に護送されたのです。途中で2人が捕らえられ、長崎の西坂で処刑された時は26名となります。捕らえられた宣教師とキリシタンたちは縛られたまま小川牢屋敷から引き出され、徒歩で一条戻り橋まで連れてこられました。それでは小川牢屋敷から一条戻り橋までたどっていきたいと思います。1597年慶長2年1月3日、秀吉の命によって捕らえられた宣教師とキリシタンたち24名は小川牢屋敷から引き出され、一条戻り橋で左の耳たぶをそがれます。そして役人は当時の習慣に従い、罪人を恥ずかしめるために彼らを牛車に乗せて町中を引き回しました。その後、長崎への護送の途中で2人が捕らえられ、全員で26名になります。京都の一条戻り橋から殉教地となる長崎までおよそ800キロの道のりを見せしめに遭いながら約1ヶ月かけて殉教の旅をしたのです。そして1597年慶長2年2月5日、26名は長崎の西坂の丘で十字架につけられ、全員が殉教していったのです。十字架の上でパウロミキは、私はこれからこの西坂の地で死刑になり、命を絶ちます。人を殺したわけでもなく、盗んだこともなく、詐欺を働いたわけでもありません。キリストの教えを説いたという理由で死刑の宣告をされたのです。しかし、私はこの運命を嘆いてはいません。むしろ、キリスト様の教えの正しさの証人として、死への道を選んだことに大きな喜びを感じています。私を死刑に定めた太閤様を恨んではいません。お奉行様にも反感を持ちませんし、経理の方々もお役目ですから恨んではいません。死を前にしている私ですから真実を語ります。心と精神の真の喜びであるキリシタンをお学びください。信仰の喜び、これ以上のものはありません。と最後まで福音を述べ伝えました。京都には当時約4000人のキリシタンたちがいて、レンス、大仏という地名が残されています。殉教の話を聞いて、その場にいた人々は非常に喜び、手を天に上げて、天の神様に感謝を捧げ、自分たちがこのような時代に生まれたことが幸せだと言ったのです。それは殉教によって神様の栄光に預かり、永遠の栄誉を受けることができるからです。だから互いに熱心に迫害の中で励まし合っていったのです。私たちはこの京都や大阪で捕まったキリシタンたちの殉教の事実を忘れません。リバイバルは殉教者たちの血の報いでもあります。彼らの流した血と涙の祈りがすでに芽を出し、大きく花開く時が来ています。リバイバルはすでに